皆さん、クロードコードでコーディングをしているときに、本当は OPath が使いたいのに、コストが気になって、ソネットやハイクを使っている方いるんじゃないでしょうか。ちょっと本格的に使い始めるとすぐ制限に引っかかるし、プランアップや追加課金するのは悩ましい。結果、もったいないから低いモデルでいいかって、性能を我慢する選択をしてしまう。これって本末転倒ですよね。でももし OPath と同等の性能を単価10分の1以下で使えるとしたらどうでしょう。こんにちは、ヒロです。このチャンネルでは Web デザインやサイト制作、AI に関するチュートリアルを発信しています。今回はいつものクロードコード環境をそのままに OPath 級のモデルを単価10分の1以下で動かせる Minimax M3 のセットアップから実践デモまで徹底的に解説します。設定ファイルを1箇所書き換える。たったこれだけで普段クロードコードで使うのと全く同じ感覚で動き始めます。しかも普段使っている設定やスキルなどもそのまま使えるんです。今なら概要欄のリンクからトークンプランが 12% オフになる特典コードを配布中なので合わせてチェックしてみてください。それでは早速画面を見ていきましょう。Minimax は音声生成 AI の Minimax オーディオや動画生成 AI の配慮を出している AI 企業です。その Minimax が今回満を持してリリースした最新フラッグシップテキストモデルが M3 です。M3 は大幅に進化した全新世代モデルで、これまで以上の性能と革新性を持っています。しかもオープンウェイトモデルとしてハギングフェイスで公開されているので、自分の環境にダウンロードして使うこともできます。このモデルの強みは大きく3つあります。1つ目はコーディング性能の高さです。ただコードを書くだけじゃなくて、何から手をつけるか計画をしてツールを呼び出しながら自分で進めていく、そんなエージェント型の動きが得意です。SWE ベンチプロというベンチマークで 59% を出していて、 GPT5.5 や Gemini よりも上。クロードコードのバックエンドを M3 に差し替えて使っている理由がここにあります。2つ目はコストです。 API の単価を見ると100万トークンあたり入力 0.3 ドル、出力 1.2 ドルです。これはクロードソネットの約10分の1です。同じ処理を他のモデルで回していたコストが M3 に乗り換えるだけで大幅に下がります。ちょっと試したいだったり、毎日回したい、どちらの用途にもこの単価は効いてきます。3つ目はコンテキストの広さです。最大100万トークン、独自の MSA アーキテクチャで実現しています。大きなコードベースを丸ごと渡しても、長時間のエージェントタスクを走らせても途中で迷子になりません。実際 M3 は12時間連続で ICLR 論文を自律的に再現するという検証もされています。長く深く働かせるという感覚は使ってみると地味に大きいです。最も大きな特徴で言えば、マルチモーダルがネイティブであることです。画像や動画の理解が後付けじゃなくて、事前学習の段階から組み込まれています。なので、スクリーンショットや図を渡しても、テキストと同じ感覚で扱えます。例えば、オブシディアンのノートに貼った画像ごと処理させたいときなど、この設計の差が出てくる場面が多々あります。では、ここからが本題です。この M3 をどうやって使うのか。ポイントは Minimax がアンスロピック互換の API を提供しているという点です。簡単に言うと、クロードコードは本来アンスロピックのサーバーと通信しているんですが、その通信先を Minimax のサーバーに変更することができるんです。手順を見ていきましょう。まず Minimax のサイトにログインして API キーをコピーします。次にクロードコードの設定ファイルを開きます。場所はホームディレクトリーの中にある settings.json です。ここにこういった内容を追記します。コードが記載されているリンクは概要欄に貼っておきます。ここでやっていることはたった2つです。通信先の URL を Minimax に向ける。そして使うモデルを全部 Minimax M3 に指定する。たったこれだけです。あとは普段通りクロードと打つだけで、いつものクロードコードの画面が中身だけ M3 に置き換わった状態で立ち上がります。では本当にちゃんと動くのか実際に作ってもらいましょう。作業フォルダでクロードを起動してこう指示してみます。シンプルなポモドーロタイマーのウェブアプリを作って、25分の作業時間と5分の休憩を切り替えられて、開始一時停止、リセットのボタンをつけて、25分と5分は自動で切り替わって開始されるように。はい、これで送信すると、M3 がまずどういった構成で作るのかを自分で考え始めます。そして HTML と CSS と JavaScript のファイルを順番に作って、コードを書き込んでいきます。はい、完成したようなので、実際にブラウザで開いて動かしてみます。開始ボタンを押すと、ちゃんと25分からカウントダウンが始まります。一時停止もリセットも問題なく動いています。タイマーが終わるとちゃんと次のモードに切り替わってくれます。しっかりと動くものが一発で出てきました。ロジック系のアプリが作れるのは分かりましたが、Web デザイナーやフロントエンドの人が一番気になるのはデザインの表現力の方だと思います。ということで今回は見た目重視のものを作ってもらいます。SaaS サービス用の料金プラン比較セクションを作って、プランは3つ。真ん中のおすすめプランだけ少し大きく目立たせて、カードにマウスを乗せたらふわっと浮き上がるアニメーションをつけて、配色はダークモードで、アクセントカラーは青系。はい、これで作ってもらいます。
はい、できました。見てください。3つのプランが綺麗に並んでいて、真ん中のおすすめプランだけちゃんと一回り大きく強調されています。そしてマウスを乗せると指示した通りカードがふわっと浮き上がります。このホバーの動き、地味に実装が面倒な部分なんですが、ちゃんと CSS のトランジションで自然に作られています。配色のダークモードも青のアクセントも指示通りです。細かいニュアンスもちゃんと汲み取ってくれるのはデザイナー目線でもかなりありがたいです。ロジックも組めるし、デザインの細かい指示も取る。M3 全然使えます。ではコーディングの精度も見ていきましょう。まずはこのデザインを M3 に渡してコーディングしてもらいます。はい、結果がこちらです。そして比較として同じ指示でクロードソネット 4.6 に生成させたものがこちらです。はい、どちらもかなり精度高くコーディングしてくれてます。強いて言えば、ほんの若干ソネットの方が精度が高いように感じます。ただそこまでの差はなくて、本当結構誤差レベルでソネットの方が少し上ってくらいなので、全然どっちも実務で使えるレベルだと思います。ここで M3 を導入するにあたって一番気になるのが、これまで作ってきた環境や設定は無駄にならないのかという点です。結論から言うとほぼそのまま使えます。例えば Cloud.md に書いたプロジェクトのルールや MCP の連携設定、スキルといった資産はモデルを M3 に切り替えてもそのまま引き継がれます。つまりいつものクロードコードの環境はそのままで、エンジンだけを M3 に乗せ替えるという感覚です。新しいツールの使い方を覚え直す必要はありません。しかも対応しているのはクロードコードだけではなくて、カーソルやコーデックス、オープンクローといった主要な AI ツールも同じように差し込めます。普段の環境を変えずに中身のモデルだけを変えることができる。これはかなり実用的です。そしてミニマックスを使うならぜひ知っておいてほしいのがトークンプランという定額プランです。これが何がすごいかというと、世界初の全モダリティ対応のサブスクなんです。これどういうことかというと、今日紹介したコーディング用の M3 に加えて、このチャンネルで以前紹介した音声生成のミニマックスオーディオや動画生成の配慮、そして音楽生成や画像生成まで、これら全部一つの API キー、一つの請求にまとまって使えます。プランは一番安いプラスプランが月20ドルから。これでも M3 で月間34,000回のやり取りを想定した個人開発には十分すぎる内容です。さらに上のプランに行くと、月額50ドルのマックス、月額120ドルのウルトラとなり、同時に使えるエージェント数が増えたり、マックスからは動画生成が可能になります。例えば、クロートデスクトップアプリで、設定ファイルに画像生成ツールの MCP サーバーを登録します。こうして連携を済ませておけば、チャット欄から〇〇な画像を生成してと指示するだけで、そのままクロード上で画像を生成できるようになります。ミニマックス M3 は今最注目の AI 新モデルです。いつものクロードコード環境をそのままに、エンジンだけを安くて高性能な最新モデルに乗せ替えられる革新的な選択肢です。M3 の登場によって AI コーディングのコストパフォーマンスは新たな時代に入ります。今使っている AI の利用制限に疲れてきた方にとっては、一度試してみる価値は十分にあると思います。今なら概要欄のリンクからトークンプランが 12% オフになる紹介コードがあるので、気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。